皆さんこんにちは。今回は Apple Watch SE を買って1年が経つので、良かった点と気になる点について話していきたいと思います。また現状シリーズ8やウルトラについて乗り換えたいかなどについても話せればと思っています。今回の動画も緩い雑談ではあるものの、 SE を購入するか迷っている方に参考になればと思っています。なので上位機種、特にシリーズ8と悩まれている方いるかと思っているんですけれども、シリーズ8と比較してどうかという観点で話すことが多いかなと思います。で、前提として今回のレビューは第1世代 SE のものになるんですけれども、いやいや今第2世代でしょ、第1世代の話をされてもと言われてしまいそうですよね。なので一旦 SE 第1世代と第2世代の違いについて話をさせてください。第1世代と第2世代の違いは本体カラーとチップ、衝突検知機能の有無、重さになります。今回の話ではこれらの違いが影響しないような内容にしているので、第2世代の購入を検討している方でも参考になりそうな内容になるよう気をつけています。それでは早速いってみましょう。ではまず1年使ってみて良かったなと思う点について話します。1点目は使っていてお得感があるという点です。機能的な面で言うと Apple Watch でよく使う機能といえば Apple Pay や通知、 iPhone のロック解除、あとは睡眠のトラッキングなどがあると思うんですけれども、 SE でこういったことは全てできます。上位機種との見た目の違いの観点で言うと、ウルトラは別にしても、遠くから見たらですね、シリーズ8と見分けるのは結構難しいかなという感じがするんですよね。基本的なデザインは一緒ですし、素材も一緒の場合があるからですね。もちろんですね、これを見ていただいている中にはガジェット好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった方にはバレてしまうとは思うんですが、基本的には遠くから見たら見分けにくいんじゃないかなと思います。で、実際の価格差なんですが、59,800円から買えるシリーズ8と比較して、SE の第2世代は37,800円から買えます。スペック表の比較でもコスパの良さっていうのはもちろんわかるとは思うんですけれども、実際に使っているとですね、よりお買い得な選び方をしたなという実感があります。良かったと思う点2つ目は、 SE が持っていない機能で通常使用において致命的なものであったりとか、絶対になければならないものはないということです。 SE とシリーズ8の機能差の話について、実際 SE を使っていた側の意見、個人的な意見を話したいんですけれども、シリーズ8が持つ常時点灯機能というのは便利にはなるんですけれども、バッテリー消費が早くなるので一長一短かなと思います。またスクリーン領域の広さについては 20% ほどシリーズ8の方が大きく使いやすいんですけれども、大幅に快適さが変わるというものではなくて、これはベゼルの見た目も含むんですけれども、実際好みの問題かなとは思っています。 SE を使っていて画面が小さくて操作しにくいと感じたことはないですね。あとシリーズ8にある機能として皮膚温センサーもあるんですけれども、これもですね、ユーザー全員にとって必須機能とは言いにくいかなと思っています。さらにケースの素材については8はステンレスが選べて SE はアルミのみなんですけれども、これも好みの問題かもしれないですね。ステンレスの高級感が好きな方もいらっしゃると思いますし、アルミの軽さですね、そういったところが運動中に便利だと感じる人もいると思います。こんな感じでですね、 SE が持っていない機能が絶対に必要かというとそうではないと思うんですよね。先ほども話しましたが、よく使われる機能は基本的に SE に搭載されているので SE を選んだ方がお得感があるかなと思います。はい、良かったと思う点3つ目はサイズ感です。これについては以前動画でも話したんですけれども、現在販売されている Apple Watch の中で最小サイズとなる 40mm を SE であれば選ぶことができます。シリーズ8の小さい方のケースサイズと比較すると 1mm しか変わらないんですけれども、ケースのサイズが 1mm 違うだけでも意外と印象に違いが出ます。もともと Apple Watch って厚みもあって存在感があるので、極力存在感を抑えたいという方は SE にした方がいいかもしれません。次にですね、気になる点について話していきたいと思います。まず1点目なんですけれども、上位機種と比較してかゆいところに手が届かない点です。これは先ほど話した常時点灯機能に関する話ですね。先ほど常時点灯の機能は一長一短だと話したんですけれども、Apple Watch を傾けなくても時刻が表示されているというのは間違いなく便利ではあります。一例としてですね、前にも動画で話したことあるんですけれども、例えばですね、電車でつり革を持っている側に Apple Watch SE をつけていた場合、その状態で手首を軽くひねったとしても時刻が表示されないんですよね。これについては腕を持ち上げてディスプレイを傾けるという Apple Watch が定義する、時計を見る動作をしないとディスプレイが表示されない仕様のせいですね。
シリーズ8だったりウルトラの常時点灯機能があれば腕のひねり関係なく常にディスプレイに時刻が表示されているので、これは便利です。もちろん腕を傾けなくてもデジタルクラウンをクリックしたり回したりすればディスプレイは点灯しますし、今回の例で言うと逆の手でつり革をつかめばいいじゃないかっていうのもあります。ただですね、どんな状況であれちらっと時計を見れば時刻がわかるという、時計として当たり前の機能が SE の場合一部のシチュエーションでは発揮できないというのを気にしてしまう方はいるのかもしれません。スマートウォッチを使うのが初めてである方とかは違和感があるのかなと思います。気になる点2つ目は上位機種にしか使えない文字盤があることです。画面サイズの問題で一部 SE で使えない文字盤が存在しています。毎年ですね、WatchOS のアップデートなどのタイミングで文字盤が少しずつ追加されるんですけれども、一部の文字盤が使えないとなるとちょっと残念さを感じる方はいるかもしれません。また上位機種が使える文字盤の中には画面領域の広さを生かして文字盤上に表示する情報量が増えて便利になるみたいなものもあるので、羨ましさを感じる方もいるかもしれませんね。個人的には一部の文字盤が使えないことについてはちょっと残念には感じますが、買い替えるほどの残念さではないっていうのが正直な感覚です。ここまで良かった点、気になる点と話してきました。この Apple Watch を1年使ってきて、買った当時の上位機種は7で、今は8やウルトラもあるんですけれども、機能的、見た目的に SE じゃ物足りない、上位機種に乗り換えないと満足できないっていうレベルまで思うことはなかったなというのが個人的な感想になります。ガジェット好きな方かつ予算が許す方であればシリーズ8やウルトラ買われるかと思うんですけれども、それ以外の例えば初めて Apple Watch を買う方であれば、ぜひこの SE 押したいですね。自信を持ってお勧めできます。で、一旦まとめが終わったところで、次にですね、シリーズ8やウルトラ買わないのかっていう話をしたいと思います。結論から言うと絶対に欲しいテンションではないかなという感じです。理由としては良い点でも話した通りで、SE で機能、見た目ともに満足度が高いからというのが大きいですね。じゃあ 100% いらないのって言われたらガジェット好きなので、そうでもないですという何とも煮え切らない状況ですね。具体的に言うとシリーズ8は欲しくないのかについてですが、もちろん何点か魅力点はあります。例えばですね、先ほど話した常時点灯機能が手に入るっていうのは魅力ですよね。あとは若干の違いであるディスプレイサイズの違いであるとかベゼル幅の違いによってどのくらい見た目や使い勝手の印象が変わるかは実際にですね、自分で長期で試してみたいなという気持ちはあります。さらに急速充電も使い勝手向上しそうなんですけれども、現状 SE でも充電スピードにはそこまで不満がないんですよね。なので結局繰り返しにはなってしまうんですけれども、興味はあるんですけれども絶対乗り換えたいという決定的な要素が今のところなくって、なので、SE 愛着あるしこのままでいいかという風になってしまっている感じですね。次にウルトラに関してなんですけれども、ガジェットとしてはすごく興味があります。今までになかった見た目はすごくかっこいいですし、チタンのケース素材も高級感あってバッテリーの容量も大きいというところで駆動時間に関する不満もないのがすごくいいですね。で、これが絶対に欲しいと思わない理由についてなんですけれども、ズバリ大きさと価格が理由になるというところになります。大きさに関してなんですけれども、ウルトラのケース 49mm あって厚さも 14.4mm、 重さが 61.3g の圧倒的な存在感です。僕の持ってる 40mm の SE と比べ物にならないくらい大きいですし、重さも倍ぐらいあるんですよね。重いというのはなるべく避けたいというのと、自分の腕がちょっと細くてそもそも似合わないかなっていうのはあります。また価格は12万4800円となっていて、スペック通りの高級スマートウォッチになってます。プロ仕様のスペックであるとか質感というのはすごく憧れあるんですけれども、現状スマートウォッチにそこまで予算を割くテンションではないかなという状況なんですよね。それであれば MacBook とかあとは iPhone とか、そういったところに割きたいかなっていうふうに思ってしまうところはあります。こんな感じで繰り返しにはなってしまうんですけれども、結局 SE 気に入ってるしいいかという気持ちに最終的にはなってしまって買い替えには至っていない感じです。今後気持ちが変わって買い替える可能性もちろんあるとは思うんですけれども、SE がすごく好きなので購入するときは結構迷うんじゃないかなと思います。はい、今回は SE を1年使ってきて感じたことを話してきました。途中からですね、単純に SE の愛を淡々と語っているような気がしてきて、本当に見ていただいている皆さんの参考になっているのかちょっと不安になってきました。SE ユーザーの一意見として参考程度にしていただければと思います。皆さんはご自身が持っている Apple Watch について長期で使っていて良かったことや気になることありますか？
もしよければコメントで教えてください。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。